皆さん、こんにちは。またお目にかかれて嬉しいです。古武館道場の師範代をやっております、山口と申します。今日はですね、階段の上から飛び蹴りを食らったというですね、現場での経験についてお話ししたいと思います。トンネル工事やってたんですね。24時間、私は土木、機械屋一人、常についてるんですけども、夜中2時か3時頃になって、機械屋が必要になった。ところが、もう一人の夜勤者がいないんですよね。これで事務所行ってもいない。ひょっとしたら宿舎かなと思って2階上がって、そしたら、平気で寝てるんですよね。夜中の12時、酒飲んじゃったらしくてですね、ほいでぐっすり寝ちゃって、冗談じゃないよ。部屋に土足で入ってですね、起きろ、切り張行けって、切り張ってのは、トンネルの一番奥なんですけどね、そして引きずり出して、2階から階段を降りて、事務所へ引きずり出そうとしたらですね、下手なイラストなんですが、これなんですよね。相手がいきなりですね、飛び蹴り食らわせてきましてね、飛び蹴りしたって素人じゃなかなかできないけれども、彼の場合は、この柱に捕まってですね、ここで両足でドーンと蹴ってきたんですね。これ階段で下まで繋がってるというか、特に住宅と違って事務所だからこの高低差が相当あるんですよね。もしこれ落っこっちゃったらですね、場合によったら死んじゃうかもしれない。かといってですね、ここでこの幅しかないからですね、かわすとか足さばきっていうのできないんですね。でもその時に、やっぱり陽心館の合気道の構えですね。その構えが自然にドン出たんですね。そうすると、このかかとの反力がずーっとこっちまで伝わる。これで不思議なんですけどもね、一本の合体になるんだろうと思うんですけども、彼が跳ね飛ばされちゃったんですね、こっちへ、ドーンと。今でもよくわからないんですけども、この合体になったから、彼は床を蹴ったのと同じ反力を受けたのかもしれないんですが、ドーンと、それで駆け上がって、現場行け。でも彼は殴られると思ったのが、慌てて現場へ駆けつけていきました。合気道に対する批判がありますけども、もう空手だったら一発だよ。柔道だったら一発だよ。合気道みたいにごちゃごちゃやらないんだよ。確かにそうかもしれないんだけれども、だけどですね、この場合もし私がこういう合気道の技ではなくて、なんだこの野郎つってですね、彼に殴りつけて、怪我でもさせたらですね、とんでもないことになっちゃうんですよね。もう、彼はもう、いい幸いとですね、こいつに殴られたから俺は現場行けなかったんだ。場合によっては救急車呼んでくれ、警察呼んでくれ。これで現場では、蒲田の現場だったんですけどね、銀座の本社行って、こんな暴力の社員がいるんだっていうことになっちゃう。だけど、この場合は、全く彼は怪我してないんですよね。社会人としての格闘技の一つの例としてですね、たまたまなんですけども、何一つ相手を傷つけずに、相手を制圧して、わかりました。その彼が現場へ飛んでった。いうのがですね、その合気道の社会人格闘技としての素晴らしさだと思うんですね。で翌日ですね、後日なんですけども、夜勤が明けて、翌朝、係長に呼ばれましてね、昨日の喧嘩だと思われるとまずいなと思ったらですね、係長が、いや、あいつは日頃から勤務態度悪かったんだ。俺が一回気合い入れてやろうと思ったけど、君はよくやってくれたって褒められちゃってですね、思わず、いや、やるべきことやっただけですよとかなんかですね、かっこつけちゃったんですけどもね、そういうことで、この館長の言われてるですね、構えのいかに大事かっていうこと、それが実際の現場でこういうふうに使われ、相手に怪我をさせずに三方よしというか全部がよし、うまく調和できる。それが合気道の素晴らしさだなというふうに後になってですね、気がついた次第です。今日はそういうことで現場での経験でした。ありがとうございました。